ボンジュールでもこんにちは。でもネイバーズ栄へようこそ。パーソナリティ香りです。サラです。なんか大人っぽい。いいでしょ。フランス留学18日目。毎回私たち2人が日々の気づきや留学、異文化について語らい、緩やかに海の向こうを目指していく、そんなトークプログラムとなっております。わー、すごい。はい18日。毎回この日付で、なんか実感しますね。そうなんですよ。ね、なんやかんやでね、すぐ1ヶ月となり、3ヶ月となり、半年となり、1年となっていくんですよっていうところなんですけど、あれ、今回、私の挨拶の中で変化点が一つあったのことにですね、お気づきになった方、耳を上げていただけますでしょうか？何それ。それつねられてない？痛い痛い。なんか怒られてるみたいな。怒られてる。ね。ですね、毎回およそ15分って言ってたんですけれどもですね、私ですね、ウィークリーで父と会話をしております。あら、はい。なんと仲の良い。はい。で、今週何があった？お父さんは健康大丈夫？とか、なんかそういう感じの、なんかこういう子に出会ってね、とかっていうたわいもない話を報告し合ってるんですけれども、素敵。父がですね、ラジオ聞いてんねんけどさ、15分と全然ちゃうでと、前から言ってるけど、もう、友達しか聞いてへんのんちゃうんか、聞いてくれへんのんちゃうんか、いやいや聞いてんちゃうんか、友達も。50分ぐらい。かわいそうやで、友達が。もうもっと新しい人に聞いてもらおうと思ったら、そもそものマーケティング間違ってるし、聞いて30分やと。はい。っていう、お言葉をですね、すいません、関西弁で、言うんですけど、賜りましてですね。はい。で、私たちが出した結果がですね、そっか、15分そのものをしれっと抜けばいいんだっていう。学ばない。せっかく講習をいただいたのに、ね、お父様から。ね、インチキ企業ですよ、本当に。全くアドバイスを、コンサルタントのアドバイスを聞こうとしない事業会社みたいになってますね。そうですね。やっぱどうしても雰囲気とか気分とかノリでやってしまうっていう、悪いところでもあり、でもきっといいところでもあるよねって、勘違いかもしれないんですけど、私たちそういうタイプで楽しく生きておりますので。はい。はい。いいんですよ。ちょっと15分しっかりと多分聞いてくださる人いないから、もうながら聞きで、そうなんですよね。そう、なんなら聞かなくていい。もう BGM として扱っていただけるだけでもすごく私は嬉しいから。嬉しいです。で、なんかふとした瞬間にパッと入ってきた言葉でクスって笑ってもらったり、面白い。あ、そっか、明日も頑張ろうって思ってもらう。そんなトークプログラム、緩やかな。はい、緩やかに海の向こうを目指すっていう申し上げております。すごいすり込む。緩やかな。緩やかなっていう言葉を激しめに言うなって話なんですけど。いや、でもそうなんですよ。そう。すいません。本当にそんなに傾聴していただくのも大変恐縮なんです。お時間を割いていただく、そのポチッとボタンを押していただけるだけで嬉しい。はい、そうなんですよね。はい。というところでね、はい、私たち、なんと、この数日前からですね、英語の字幕とフランス語の字幕も一部、3話ぐらいですね、つけ始めまして、はい。そのおかげでね、サラさんも聞いてもらえる人がいたりだとか、そうなんですよ。あとは私の友達もそうですけど、こうやってね、草の根で少しずつ聞いていただける人が増えるのも嬉しいなというところでしょうかね。嬉しい。はい、そう、その字幕という機能をようやく学びましてですね。もともとそこにずっとあったんですけれども、このボタン押したらもしかして字幕つくんじゃないと思って押してみたところつき。そうですね、友達、こちらのなんと大学院に来て日本語も全くわからない子が、ポッドキャスト聞いたよって言ってくれて、全然何を言ってるかわからないけど、日本語ってすごく、スーディングだよね。なんか心が落ち着くわって言ってくださいました。
はい。その禅とかのそういう文化に引っ張られてない？ジャパンイコール禅イコールスージンみたいなのがあってね、大丈夫？いける？そうかもしれない。でもなんか、そうぜかもしれない。ひ入眠ソングとして使ってねって思ってます。そうね。そう、サラの声はね、やっぱ寝れると思う。いや、あなたの声も本当に。そうよ。本当に落ち着くわ。私は起こそうとしてます、人々を。awakening。むしろ起こしにかかる。起きろで、二人合わさってちょうどいいみたいな。みんな起きてとか、だから、二人合わさって交感神経と副交感神経で自律神経みたいなもんよ、二人合わせて。プラマイゼロごめん何の話？またこうやって時間が過ぎていく。そうなんですよ。もう5分ま経ったてますよ。こうやってね、5分過ぎている。はい。失礼しました。ね。というところで、アップデートとしては字幕入れたよっていうところなので、また順次、すべての動画にその設定をしていきたいなというところなんですけれども、はい。今回のテーマはっていうところに移りたいと思いますが、はい。何のために自分の人生を使いたいのか、その一つの通過点としての海外大学院じゃないですかっていうお話、大テーマとしてはそういうお話をしたいなと思っております。はい。素晴らしい。ね、ありがとうございます。ちょっとね、このテーマにしたいなっていうお話は、先ほどサラとの、ブリーフミーティングで、させてもらったんですけれども、今週ですね、この一週間の間に私にあった出来事として、私が行く大学院で、まあ、私が行く MBA のコースだけじゃなくですね、全体の、新しく、大学院に入学する子たちが、参加するっていうパーティーに、行きましてですね。その中で、まあ、フランス人の子とも話したし、まあ、インターナショナルのね、学生の子たちとも話してたんですけど、じゃあなんで、そのコース選んだのとか、どうしてじゃあそれをフランスにしたのとか、じゃあその後はどんなお仕事するのとかっていうお話をしている中でですね、一つですね、なんだろうな、働きながら、大学院に通いたいって思ったんだよねっていう話をしてくれた子がいました。はい。で、ちょっとご存知の方がどれぐらいいらっしゃるかわからないんですけれど、オルタナンス制度っていうものが、フランスにありますと。まあ、フランス人の子しかおそらく使えないんですけれど、まあ、要は企業が学費も払ってくれますし、働いてその賃金も企業から出ますと。はい。で、働きながら本当に学校に行く。で、日本だとどうしても夜間学生みたいな感じになっちゃうかなと思うんですけれども、そうじゃなくて、ある一週間はずっとお仕事する。で、次の一週間で、働く日もあれば、主に学校に行く週です。で、その次の週はずっと学校です。みたいな形で、なんて言うんでしょう、その夜間だけとかそういうわけじゃなくって、なんかよりこう、なんていうのかな、日本でいうその奨学金とか、そういうのってバカバカしくないと。まあそこの部分を軽減しながら、働くことも経験しつつ、学びを深めようよっていうことを趣旨とした制度になっています。で、その制度なんかいいよねって思ったのが、まあ、その話をしてくれた、子の話し方もすごく上手だったので、そう思ったんですけど、まあ、何のために、人生があるのかっていうのがやっぱり一番の基盤だと私は思っていると。うん。自分の人生で、誰のために生きたいのか、社会にどう自分が貢献したいのか、そしてどうそれをするのが自分にとってもハッピーなのかっていうことが土台にあって、で、その中で、じゃあ私は人の役に立ちたいで、それが私としてはマーケティングだと思ったんだよね、と。うん。で、だからマーケティングのコースにマーケティングのコースに入りたいな、学びたいから。やっぱりそれ理論的に学びたいからそのコースに入った。で、ただやっぱり知識だけじゃ、意味がないから、今そのマーケティングの会社でも働いてるんだよね、と。うん。で、だから自分の人生でどう人の役に立つかっていうことを彼女はずっと掘り起こしていて、で、その中でマーケティングかも。で、いろんな企業の価値を最大化する、マキシマイズするっていうのが私の生き方だと。で、その手段として、通過点として海外大学院があり、で、そのオルタナンス制度の、なんていうかな、意図としてもあるような、働くこと
のために学びもあるよねっていうところからどっちもできるよねっていうのを使いながらやってるこの話を聞いて、素晴らしいなと。概して、ね、悪く日本のことを言いたいわけじゃないんですけれども、どうしてもですね、やっぱり大学に行くために大学に行きます。社会に出るのもしんどいから大学院に行きます。みたいな人たちに私は少なからず日本で出会ってきたので、改めて私自身の人生としても、どんな学びをこれから深めたいだろう。その地盤として、その基盤として、どんな風に人の役に立ちたいんだろう。そしてどうそれがハッピーなんだろうっていうことをより深掘りしたいなと、思った出来事だったんですけど、この、なんでしょう。ちょっと話長くなりましたが、サラさんはなんかそういったような、似たような話でもいいんですけど、感想を聞きたいなと思って今、画面越しにサラの目を見ております。オルタナンス制度、これ、なんか日本ではあんまりないものかもしれないですけど、近いもので言うと確かによくあるのが、会社に在籍しながらとか、もしくは社費で留学している人とかもいるんですけど、それはオルタナンス制度には該当しないんですかね。はい。その理解でおります。なぜなら、社費留学とか会社に在籍してという場合は、会社には確かに在籍はしてるんですけど、その仕事をせずに学業に集中するというのがほとんどだと思ってます。私が聞く限りは。ただ、オルタナンス制度のポイントとしては、実際にその企業で仕事をしてコミットをして、それが何十%かはちょっとその企業にもよるのかもしれないんですけれども、実際に会社員として働きながら、インターンとかのその域を超えて働きながら、で、かつ学生もちゃんとしてますっていう、どっちもオルタナティブじゃないですけど、どっちも役目を果たしているという点で、社費留学であったり、社費留学とかになるとどうしてもその時は学生として100% コミットして、で、その後、企業に還元するっていうのを目的としているのが社費留学だと思うんですよね。同じタイミングで仕事して、学生もしてっていうのではないと思うので、そこが違うポイントかなと考えています。じゃあなんかオルタナンス制度には該当しないかもしれないけど、一応可能性として私の周りにいる日本人でオンライン、半分オンラインで、年に2回かな、だけ海外に出張というか、授業のために行く。で、ほとんどは基本的にはオンラインでやるっていう、そういう、EMBA に通っているミラノ工科大学の、学生さんとかはいたりします。なので、その彼は、そうですね、仕事を続けながらしている方もいらっしゃいますし、あとは過去にも卒業済みの方なんですけれども、海外駐在をされていた女性の方が一応、会社を続けながら、仕事を続けながら、地元、その滞在先の大学院に行ってた方もいらっしゃって、確かそこは社費とかではなくて、ただ仕事を続けながらっていう方もいらっしゃると思うんですけど、多分大学によってはいろいろ、進め方はいろいろあるにせよ、一つがオルタナンス制度なのかなっていう理解で、はい、私、サラはおります。ありがとうございます。ちょっとね、私も知ったばかりで、抜け漏れだったり、認識の違いがあるかなと思うので、そこは、随時是正していきたいなと思うんですけれども、すごく、なんだろうな、例えば日本で働きながら学生するってなると、じゃあ夜に学生しに行きます。あるいは土日に通います、学校に、みたいなのが、主かなと思うので、そこを違う生活のバランスも保ちながら、かつ学費も持ってもらって、賃金も出てっていうのは、すごく生き方としてもサステナブルというか、経済的にもサステナブルで、やはり素敵だな、いいなと思いました。なんか特徴として、私の周り、今の大学、エセックでも、同じようにオルタナンス制度を使っている人いまして、その人はもう抜きん出てすごくモチベーションが高いなと思ってて、多分オルタナンス制度を使えてる学生さんって本当に多分話したら面白いんでしょうね。その彼もすごく話術が長けてる方なんですけれども、一応デロイトでオファーをもらって、ファーマス、薬学系のずっとバチェラーを卒業している人なんですけれども、一応、デロイトの採用のオファーももらって、オルタナンス制度を使うっていう、
チョイスはあったけれども、結局彼がやりたいと思っていたのはどちらかというと自分のビジネスを起こすスタートアップをちゃんと自分の手で作るっていうのがすごく彼は何よりも魅力を感じていたそうなので、アントレプレナーシップのプログラムを結局掴み取り、結局そのデロイトのオファーを蹴って、彼は自分の、自費で来ているそうなんですけど、すっごいね、面白い方ですね。でも自分の意思で、じゃあ何が自分にとってベストチョイスなのかっていうのをその時々で選択して、いろんな選択肢を残しながらも、違うなと思ったらちょっと戻りながらっていうところも臨機応変にされてるんだろうなと思いますし、逆算思考ですね。で、かつオルタナンス制度の補足をすると、じゃあ誰しもがですね、はい、制度使いたいです。はい、大丈夫です。あなた、学費免除です。学費払いますってなるわけではもちろんないので、アクセプタンスレートもかなり低いというところという話も聞きましたね。そういうところがサラが言ってくれたような、優秀であるという証明にもなるのかなと。思っております。いいですね。なんかクラスメート日々こう顔を突き合わせることになる人たちがそういう人たちで溢れてるって想像するだけでもうなんか自分何もしてないけどもうなんか自分も引き上がる気持ちになりますよ。いや、本当に引き上がるなと思うし、こう切り替え自分の生活、自分が何が心地いいのか生活の中で、すっごい小さなこと、今ちょっと割と大きめな話したじゃないですか。何のために生きるのみたいな。で、それを多分、すごいこう、ディテールまで落とし込んでる子たちが多いなと思うんですよね。私が今住んでる、アパートメントにも同じ大学の子たちがいるんですけれど、その子たちは本当にまさにその生活の細部まで自分の心地よさ、自分がどうやったらモチベーションを保てるのかっていうところを細部まで落とし込んでいる。で、っていうところが、なんて言うんでしょう。私もすごくモチベーションもらえるし、サラが言ってくれたように、そんな人と一緒に学んでいくっていうのは、ワクワクでしかないなと思います。そっか。何のために自分の人生を使いたいのか。これは香りに聞いていいのかしら。なんかもしよければシェアできる範囲で構わないんですけれども、何のために人生を香りは使いたいですか？私はですね、これエピソード0か1で、ちょっとざっくりとしたお話はしたかもしれないんですけれども、やはり、基盤は日本なんですよね。日本の、主に製造業ですけれども、今、くくり、狭めすぎようとは思ってないんですが、日本の文化、産業、すごく広く言うと文化とか産業を、フランスとつなぐ、今はフランスにいるのでそう思ってますけれども、それが、世界の別の国でもいいのかもしれない。それを大テーマで言うと、言語違う、文化も違う、見た目も、ルーツも全然違うのに、同じもので感動しているっていう、こう、瞬間を可能な限り最大限味わいたいっていうところから、そこですかね。そういう瞬間を作り出すことに人生を使いたいなって今思っています。素敵。そんなスルリとすぐに言えてしまう、その言語化能力が素晴らしいですね。いや、ありがとうございます。すごいざっくりしてるんですよ。今まだ定め切りたくないんですよね。せっかく学びのチャンスを得たじゃないですか、私たち。先週そのサラがどういうふうに学びを活かしたいですかっていう話とか、どう学びを深めたいですかっていう時にサステナビリティの専門家になりつつって話してくれたけど、でもきっとまたどんどん半年、1年と学びを進めて、そこで、じゃあ、ね、この方向性でいこうって、今の私はこの方向性でいこうって決めればいいかなっていうのと同じで、私も大枠の方向性は今話したざっくりとした話だけど、細かくはこれから色付けをしたいなと思っています。そうですね。確かに。もうフランスに来てまだ2週間ですけど、結構考えが変わる瞬間って多分もうすでに発生してるかなと思うから、もう1年先が自分が今言ってることをそのまま体現したいと思ってるかどうかも誰も約束できないですものね。そう。約束できないけど、大枠の部分は多分
意外と繋がっていてブレないのかもしれないって思ったり、っていうのは、そのサラと私はわかると思うんだけど、二人で大学に行く勉強をしていた頃、大変だった頃、自分のできることとなんか、生きがいのベン図っていうんですかね、やりたいことをできることのなんかこう重なるところってなんだろうみたいな、ね、したじゃないですか、エッセイ書くようなタイミングで。やった。夜中の2時、3時ぐらいまで、ずっと一緒そうです、にノートそうです。広げてやってた記憶あそうです、りますそうでね。す。そうです、そうです。したじゃないですか。あそこって、私この10年ぐらい変わってなかったりするんですよ、意外と。その、シンプルに落とし込むと、10年は言い過ぎだな。少なくとも5年は変わってないんですよ。少なくとも5年から8年ぐらい変わってないんですよ。素晴らしい。うんうん。そう。だから、英語とか、英語で IT でっていうところが変わってない。で、なんかそういう、その大枠は変わらない、サラも意外と変わらないかもしれないし、変わってないからこそ、軸が一つつなげれたから、それをね、アドミッションの時にも、こう、アピールできたんじゃないかなと思うんですよね。絶対一貫しないといけないってわけじゃないけど、自然と何か通じる何かを選んでるっていう。確かに確かに。なんかその都度度の、多分自分の切り口によって使う言葉はすごい変わるんですけど、ただ就職活動、私が初めて社会人になる時に就職活動してた時のフレーズは今でも覚えてて、多分それは私の今の人生どういうふうに使いたいかにもつながる気はしてて、私は当時は、国境関係なくアイデアを形にしたいっていうのをずっと言い続けていて、そう、私の場合はやっぱりなんかアメリカにも自分のルーツがあると思ってるし、日本も一番人生長く過ごしてる。で、これからフランスでも人生をもう何パーセントかどんどんそのパーセンテージをさらに高めていきたいなとは思ってるんですけれども、本当に国境関係なく自分が活躍できるところにいたいなっていうのと、あとはやっぱりなんか技術とかにすごく憧れをずっと持ち続けているので、その技術をじゃあ何の技術を手に入れたいのかって思った時に、なんかすごく普遍的なものがいいなと思って最初は広報を選び、で今で言うと、もうちょっとどちらかというと私のスキル、自己スキル上げていくぞの若かりし20代から、もうちょっとなんか大義名分ではないんですけれども、なんか利他的に何かにこう、何かを大きくするとか、自分のためというよりは何かのため、誰かのために働けることに対してもう少しフォーカスしていってみても面白いかなと思い、今で言うと、普遍的なもので言うと自然かなと自分の中では思い、ただ自然に関わる仕事ってなんぞって思ったので、今のこのエセックっていうところが一応サステナ学でフランスでナンバーワン、3年連続なんとかの賞でナンバーワンみたいな大学なので、ここであれば何かしらは見つかるだろうと、そう願い、門を叩いている次第になってます。大丈夫ですか？私面接官じゃないですけど、いけますか？どういうことどういうこと私面接官だと思って思いを語ってくれてる。いや、面接官だったらごめんなさい。こんななんかあぐらをかきながらリラックスしながら、語りはしないです。いや、でもそれは、いやけどね、熱量を感じました。いい意味で。いい意味でね。そう。ナチュラルなんだけど熱量を感じたし、その自然っていうワードで、サラは、なんて言うんだろう、ハーモニー with nature なハワイで生まれてさ、でさ、結果、今、また、利他的っていう観点から自然に何かしたいって、また、なんだろう、自分の、なんかオリジンじゃないけど、なんていうの、なんかそういう、こう、自分のなんかユニークネスみたいなところにまた、帰っていくんだな、みたいな。Return to the nature ってこのことだなって思いながら聞いてました。すごい嬉しそうに語ってくれる。ありがとう。そう、なんか人のそういう話を聞くのが大好きなの。本当に。なんかなぜそう思ったのか、ワクワク私もさせてもらえるから、素敵だなって思うし、なんだろう、その食が好きっていうのを自然にもつなげていたサラだなと思うので、これからワクワクしかないし、その食と、自然を農業という形で、何かしらで携わるのか、どうなのかわからないですけど、私が言いたいのが、
その今生きるテーマみたいな話をしてましたけど、うん結局、じゃあそれをどう人生でっていうところで今、ね、仕事の話にもなったじゃないですか。うんね、1年後じゃあどんな仕事をじゃあ生きる手段として、生きる目的を果たす手段として選んでいるだろうっていう話をしましたけれども、うんなんて言うんだろう。そういうふうに捉えるから仕事嫌だってならないかなって思っていて、もちろん月曜日の朝はみんな憂鬱だと思うんですよね。それはこっちに来ても、明日月曜日で嫌だって言ってフランス人には出会いました。はい。そっか。たくさん出会いました。うんはい。ただ果たしてそのいわゆるなんて言うんだろう。フランス人はみんな仕事にやる気ない人多いよねって日本でよく聞いたことあったんですけど、そうなのかなって思いながらこっち来たんですけど、いや、ある意味正しいし、ある意味全然正しくないというか、日本人はパフォーマンスするのがすごく得意。今やってます。仕事やってます。夜遅くまでやってますよ。私やってます。すごい悪い言い方するとそれも得意だし、なんだろうな。もう、たとえそれが土日であろうが、やるべきことだったらやり遂げますっていう点では素晴らしい、なんていうかな。やり抜く力みたいなのを発揮するのもいいかなと思うんですけど、フランス人の方は、今お会いしている方々は、いや、でもやっぱり、金曜の午後なんで、土曜日なんでここまでにしましょう、切り上げましょうっていうのはあっさりしてるんですけれども、その代わりじゃあ、その中でどこまでどう仕事を終わらしてどうコミットできるのかみたいなことの切り替えは素晴らしいし、じゃあその仕事がどう自分の人生に役に立つんだろう、自分のやりたい先ほどの自分の人生のテーマにどうマッチするんだろうっていうことは常に照らし合わせて考えている人たちが多いんだなというところで仕事にやる気がとてもあると。むしろ日本人よりもあるというと、仕事のために仕事している人がいないというか、っていうのは違うポイントだなと思いました。なんか今、香りのその話を聞きながら、思い出した一節があって、それを今調べようとしたんですけど、結局ごめんなさい、出てこず。ちょっと曖昧な記憶の中で、もし、ちょっと香りの方で分かったら教えてほしいんだけど、補足してほしいんだけど、なんかその、香りが言ってくれた今の話、その自分の人生を何のために使うのかとか、自分のマインドセットみたいな話で、確かなんか経営学の何かの本に載ってた気がするんですけど、何のために、確か教会を作るのかっていう話があって、なんか、経営者の方かなが、二人の、青年、橋じゃない、教会を作っている2人の青年に質問をしましたと。あなたはなぜこの仕事をしてるんですかって。1人目は、もう明日食べるパンを買うために僕はこの教会を作ってるんだよ。毎日本当にきついけども、そのために僕はやってるんだというのが1人の青年。で、もう1人の青年に聞いたところ、何のためにあなたは働くの？その彼は目を輝かせながら、これはね、未来を僕は作ってるんだと。僕がたとえこの命をついえたとしても、その先にずっとあり続けるこの教会を作れることに僕は本当にワクワクでしかないよという話をしたんですよ。で、その2人の青年やってる仕事の内容は全く一緒で、本当に土木系の、地道に本当に毎日、何年かかるかわからない仕事をずっと続けている地道な作業なんですけれども、マインドセット一つで、やっぱり2人目の青年の方がどんどんね、やっぱり、出世したりとかよく働くようになっていくという話が確かどこかにあってですね、それを思うと、なんかフランス人の方とかは本当にオンオフはっきりしてる。何のために仕事をやるのかっていうのを、例えば自分の家族だったりとか、自分のそのビジネスをゆくゆくは自分でやりたくて、こういう目的があってっていう、それがすごくはっきりしてるからこそ、本当にエッセンシャルなことだけでしっかり頑張れるのかもしれないなとそうですね。思いました。家の土台みたいなことかもしれないですし、土台があるからブレないのかもしれないですね。今の教会のお話にね、あったように、今ね、私も必死にググってたんですけど、キリスト教関連の記事しか出てこない。そっか。だっけな。分かったら。私聞いたことある気がするね。なんか、もしかしたらリスナーの方で、ね、この本でしょって、この話してるでしょって言ってくれる人がなんかいそう
聞いてくださってる。確かに。私の友達。いそう、お願いします。なんかそもそも教会だったか橋だったか、もしかしたら時計台だったかもしれない。そのぐらいのうろ覚えで語ってる。あんたさ、ほんとさ、もう私たちの悪い癖がずっと治ってないことの証明だよね。初めに調べてから話せよっていうことがずっと守りにくい。香織のお父様、本当に申し訳ございません。そうなんだよ。本当に、私の父親はもういいのよ。多分きっと身内として、世の皆様が思うであろうことを先回りしてね、忠告してくれているっていう、ありがたい口をね、本当にありがたい。本当にありがたい。そう、言ってくれてるんだなと思ってありがたいなと思っております。どんどんバシバシ言っていただけるのはありがたいです。そうですね。友人も優しい人たちばっかりが多いので、ごめんなさい。二人違いました。多分、サラも知っている。すぐに顔と名前が出てきましたよ、私の頭。出てきましたね。ね、オーストラリアに聞いている。そこのあなた。ありがとう、いつも。そこのあなた。本当にありがとう。聞いてすぐ感想をくれるそこのあなた。Spotify ダッシュボードで見てるぞ、そこのあなた。怖っ。いや、ありがたいよ。本当に。本当にありがたいね。本当にありがたいことだわ。ね。はい。まあ、そんな感じで、なんて言うんでしょうか。毎週ちょっとずつ学びの解像度を上げていっている私たち、そして、やはり、同じ話を繰り返してしまったり、なんですか？大して調べもせず話し始めてしまったり、枝葉末節の、葉っぱから話し始めてしまったりする私たちなんですけれどもですね、これからも何卒よろしくお願いいたしますっていうところでしょうか。何卒、これから成長していきますので、ぜひ、温かく見守っていただければと思います。はい。ありがとうございます。はい。というところでね、30分になりそうなので、そろそろ、なんて言うんでしょうか、苦言を呈される前に、クロージングに入っていこうかと思います。大丈夫かな？はい、よろしいでしょうか。はい、お願いします。はい、まだ呈されてないですかね。はい。それでは、今回はここまでにいたしておきましょう。ネイバーズ坂では皆様からのメッセージをどしどしお待ちしております。苦言もお待ちしております。はい。もし質問やコメントなどございましたら、番組概要欄に記載しているメールアドレス、neighborsaka@gmail.com、neighborsaka@gmail.com、または Google フォームまでに、日本語がおかしいですが、Google フォームまでお送りください。はい。Spotify、YouTube、Podcast など番組ページのフォローも引き続きよろしくお願いいたします。それではまた金曜日、来週の夕方5時にネイバーズ坂でお会いいたしましょう。ここまでのお相手はサラと香りでした。おばばー。おばばー。やや自信なさげじゃなかった今の。冒頭の中。おばばーみたいな。ほぼババアだったよね。